ネットフリックス作品10ダンス、原作漫画と映画を比べてみた。ということで今回取り上げるのは10ダンスです。映画10ダンスは2025年12月からネットフリックスで配信が始まった作品で、ソシャルダンスの世界を舞台にした物語ですが、スタンダードとラテン、それぞれ違うダンスを専門とする2人、さらに性格も全く違う2人が惹かれ合っていくという愛をストレートに描いた作品になっています。原作は井上佐藤先生の漫画で、2026年2月の時点で8巻まで発売されています。映画はその漫画の物語に沿った内容にはなっていますが、漫画の方が BL 要素が強くなっているのとコメディの部分もあって、逆に映画は純粋に主人公2人の愛だけを描いています。なので今回は映画10ダンスを原作の漫画と比べながら、その違いなどを見ていきたいと思います。映画10ダンスは2025年12月にネットフリックスで配信が始まった作品で、るろうに剣心シリーズの大友啓史監督が監督を務めています。大友監督といえばそのるろうに剣心シリーズもそうですが、2025年には10ダンスの配信前に映画宝島も公開されていて、アクションや人間ドラマを描くイメージのある大友監督が10ダンスでは真正面から愛について描いています。原作者の井上佐藤先生も自身の作品を映画化するにあたって、主役の2人は友情ではなく愛情や恋情でつながっていることをお約束いただいたと言っていて、ダンスは技術でも体力勝負でもない愛を持って完成するという言葉を劇中で何度も繰り返すことによって、映画では2人の愛を描いていたような気がします。もちろんこの言葉は原作漫画にも出てくる言葉で、漫画3巻の最後の特別編で描かれているんですが、映画はこの言葉を通して主人公2人の愛とダンスに焦点を当てています。なので映画は漫画よりも登場人物がかなり少なくなっています。映画では主人公2人とそれぞれのパートナーの4人がメインになっていますが、漫画にはそれ以外にもたくさんの人物が登場していて、主人公2人の愛に関わってきます。映画の後半のブラックプールの場面で、杉木真也は鈴木真也と田島亜希に自分と関わりのある人たちを紹介していましたが、ここで紹介されている人たちが漫画では2人の真也に大きく関係してきます。映画の冒頭で杉木は鈴木にファイナルまで引っ張りますと言っていましたが、漫画ではそのために杉木は鈴木にスポンサーやパトロンや講師などいろんな人を用意しています。後に鈴木はその中の一人と関係を持ってしまうんですが、映画では杉木と鈴木2人以外の出来事をすべて省き、2人だけの愛の物語を作り上げていました。その省略された部分は映画では2ヶ月後、6ヶ月後というふうに表現されていましたが、その間何が起きていたのかを知りたい方は、ぜひ原作漫画を読んでみてください。で、その原作漫画は現在1巻から8巻まで出版されていて、8巻の段階で2人は10ダンスの大会を目指しているので、映画と漫画は同じ状況を描いてはいるんですが、映画は特に漫画の前半部分、1巻から3巻までを重点的に描いていたような気がします。2人が惹かれ合っていく姿、自分の気持ちに気がつくまでが丁寧に描かれていました。大友監督は10ダンスは2人のダンサーにとっての運命の出会いの物語と説明しているので、映画版ではその出会いの部分が強調されていて、そのために2人の出会いに関係ないエピソードを省略したんだと思います。さらにその2人の純愛を描くために周囲の設定も若干原作漫画と変えています。特に杉木真也のパートナー、八神房子の設定が漫画と映画では違っていました。
彼女が黒いドレスを着て踊ったことを覚えていなかったり、杉木真也を応援しているその立場はどちらの作品も同じなんですが、映画では八神房子は杉木真也のパートナーとしてだけの描かれ方になっていました。漫画では実は彼女は結婚していて、彼女と旦那さんのやりとりなども見ることができるんですが、映画はそこも省いて2人の深夜だけの物語にしています。また漫画だともう一人の深夜、鈴木真也は父親と一緒に暮らしていますし、キューバにはたくさんの妹がいて、その家族のために稼ぐためにダンスを踊っているんですが、彼の生い立ちも映画では詳しく描かれていません。その分映画では彼の体に流れているラテンの血を表現するために、漫画にはない映画オリジナルの彼の家や彼の友人などが用意されていて、その映画オリジナルの演出で杉木真也と鈴木真也の違い、ダンスの種目だけではなく根本的な2人の違いを描いていたように感じます。そしてその違いが後半部分の2人につながっていたようにも感じました。なので映画は登場人物を限りなく減らし、2人の深夜だけを描いたことによって漫画以上に愛にこだわったプラトニックな愛を見せていたんですが、その中で映画と原作漫画には一つ大きな違いがあって、映画と漫画では結末の部分、2人の関係、距離が違います。映画ではラストで2人が一緒に踊っていますが、この部分は完全に映画オリジナルの展開です。映画はこのダンスの部分で2人の10ダンスを見せてくれていて、映画のテーマでもある愛とダンス、その2つを融合させた映画ならではのエンディングになっていたと思います。やはり映画で10ダンスという作品をやる以上、2人のダンスというのを見せ場の一つにしなければというのがあったんだと思うんですが、映画は物語の最後に監督が目指した俳優が踊るアクターダンスの最高峰を用意してくれていました。一方の原作漫画にはこの描写はなく、漫画は映画の展開とは正反対、杉木真也が踊れなくなってしまうという展開になり、さらにその出来事があった上で映画とは違う2人の関係になっていきます。もちろん漫画はまだ続いているので、この先10ダンスの大会までいろんな2人のエピソードを見ることができると思うんですが、映画は漫画とは違う映画ならでは、映画だからこそ描くことができるエンディングになっていたと思います。原作者の井上佐藤先生は、この漫画と映画の違いについて、原作とはまた違った描かれ方にも注目していただきたいとコメントしているので、原作漫画ファンの方も楽しめる映画版になっていたんじゃないかなと思います。原作漫画でももちろんダンスの熱、温度が2人を通して伝わってくるんですが、やはり映像で見ることによってその動きだったり息遣いなどをダイレクトに感じることができて、ダンス初心者でもスタンダードとラテンの違いが動きを通してわかるようになっていました。さらにメイクや衣装も映像だからこそ知ることができる、感じることができるダンスの世界を表現した演出になっていました。で、そのダンスの世界、ダンスの楽しさや力強さを表現するために主演の2人、竹内涼真さんと町田啓太さんは肉体の限界までトレーニングをしたそうで、そんな2人のダンスを見ることができるのも映画ならではの醍醐味になっていますので、ぜひ大友監督の言う俳優が踊る最高峰のダンスを楽しみながらダブル深夜の愛を感じてみてください。また映画で省略された2人の関係を知りたいという方は、ぜひ原作漫画を読んでより深い2人の愛の世界に触れてみてください。ということで今回は Netflix 作品10ダンスについてのお話でした。